はい、どうも元です。今回はですね、シンガポールからのお客様をお迎えしてのライドです。僕がですね、使用しているカーボンホイールメーカーであるですね、アセントバイクスのですね、創業者であるQX をですね、含む、4名のですね、シンガポール在住のライダーと、ライドバイクスのプラティークと、ハノイサイクリストのメンバー、総勢8名でですね1泊2日のライドに行ってきました。コースはですね、1日目がルオンソンからマイチャウ、2日目がマイチャウからプーロンになります。両日ともですね半分くらいが走ったことのない道でした。今回はですねサポートカー付き、メカニック付きというですね贅沢なライドツアーになっています。最初にお断りなんですが、アクションカメラのですね設定ミスがあって、2日目の途中まで手ブレ補正がオフになっていました。ソフトウェアでですね手ブレ補正を試みましたが、視聴には耐えられなかったので、3分34秒くらいまで動画からですねキャプチャーした静止画のスライドショーになっています。途中の風景動画を期待していた皆様、申し訳ありません。この日はですねリアホイールの幅をですねアセントバイクスの設計のですね AR01 に新調しての初ライドです。ラチェット音はですね以前のハブスミスよりもちょっとカリカリ高音な感じがします。前のですねフリハブボディがですね、途半時にですねちょっとお隣がしていたので、新しいハブはですね快調でした。今回、ルートはですね半分ぐらいがグラベル仕様だったので、タイヤは太い方が良かったのかもしれませんが、いつもの GP5000 25C でしたけど、リム打ちのパンクはありませんでした。ただ2日目にですねちょっと小さいピンを刺していてスローパンクが見つかってですね、朝出発前にチューブを交換しました。トラブルといえばですね初日のランチを取ったレストランというかホームステイみたいなところでですね大量にですね虫に刺されてしまいました。小バエだと思って気にしてなかったんですけど、小バエではなくてですねブヨとかブユとかいうんですかね、小さい虫で潰したらですね思いっきり血を吸われていました。シンガポール組はですね日焼け止めを塗っていたんで、全然被害には遭ってなくてですね日焼け止めを塗ってなかったハノイ組はですね壮大に刺されまして、皮膚がですね露出している部分は、ジンマシンのようにですね赤く腫れ上がって、結構大変でしたね。僕はじいちゃんからの男は台所に立つな、日焼け止めは塗るなと言われて育ちましたが、次からは日焼け止めを塗ろうかなと思ってます。僕のトラブルじゃないんですけど、もう一つトラブルはですねナイジェルのスマホがですね行方不明になりました。彼がですねスマホを落としたんで、誰か見かけたら拾っといてっていうグループメッセージが流れてきたんですけど、正直なんだこのメッセージはって思いましたね。落としたら落とした時点で戻って拾えばいいだろうっていうふうに思ったんですけど、合流してから分かったことなんですが、音楽を聴きながらですね長い下り坂を下っていたので、アフターショックから音楽が流れなくなった時点で、落下に気づいたらしいです。ランチタイムにですね他のメンバーの一人がですねiPhone から iPhone を探すをですね発動して、友達を助けるっていうところからですねiCloud にログインして、他人の iPhone が探せるっていうのがちょっと分かりましたね。とても勉強になりました。結果的にですね表示された場所はですね僕らが通ったコースではなくて、通ったコースからですねちょっと谷を下っていったところにあるレストランでした。誰かが拾ったんだっていうことですね、電話してみようということで電話したら英語が話せる方が出て、今回のツアーのナビゲーターがバイクで取りに行くので、お店に預けててほしいということを依頼しました。結果的にですねバイクの回収地点で、無事に彼の iPhone は手元に戻りました。
今回のグループライドは初顔合わせのメンバーと乗ったので、走力っていうんですか、ペースがいまいち分からなかったですね。あとはメンバーによってはですね、事前に配布された GPS データをサイクルコンピューターに入れてない人もいて、両日ともですね、最後は結構バラバラになってましたね。後日反省点として、出発前に全体コースの確認と休憩ポイント、昼食のポイントで、迷った際とか、トラブルが発生した際のですね、対応方法などをやっぱ事前に確認すべきだよねっていう指摘がありました。あとサポートカーを並走させたんですけど、補給に関してはちょっと適切なサポートができてなかったように思います。気温が上がる日のライドだったんで、クーラーボックスに冷たい水とスポーツドリンクがあった方が良かったかなと思います。はい。いつもソロで自走の格安コースなんでですね、今回はちょっと贅沢をしたかなというふうに思います。ということで、今回の動画の喋りは以上になります。ご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。